目が霞んで物が見えなくなる。やがて暗い中の一点にパッと火が点ぜられる。その火が次第次第に大きくなって内に人が動いているような心持ちがする。次にそれがだんだん明るくなってちょうど双眼鏡の度を合わせるように半然と目に映じてくる。次にその景色がだんだん大きくなって遠方から近づいてくる。気がついてみると真ん中に若い女が座っている。右の端には男が立っているようだ。両方ともどこかで見たようだなと考えるうち、瞬く間にずっと近づいて夜から5、6軒先ではたと止まる。男は前に穴蔵のうちで歌を歌っていた、目のくぼんだすす色をした背の低いやつだ。研ぎ澄ました斧をゆんでについて腰に8寸ほどの短刀をぶら下げて身構えて立っている。世は覚えずぎょっとする。女は白きハンケチで目隠しをして両の手で首を乗せる台を探すような風情に見える。首を乗せる台は日本の薪割り台ぐらいの大きさで前に鉄の管がついている。台の全部に藁が散らしてあるのは流れる血を防ぐ用心と見えた。背後の壁にもたれて2、3人の女が泣き崩れている。次女でもあろうか。白い毛裏を折り返した頬を裾長く引く坊さんが、うつむいて女の手を台の方角へ導いてやる。女は雪のごとく白い服をつけて、肩に余る金色の髪を時々雲のように揺らす。ふとその顔を見ると驚いた。目こそ見えねえ。眉の形、細き表、なよやかなる首のあたりに至るまで、さっき見た女そのままである。思わず駆け寄ろうとしたが足が縮んで一歩も前へ出ることができぬ。女はようやく首切り台を探り当てて両の手をかける。唇がむずむずと動く。最前男の子にダッドレーの紋章を説明した時と寸分たがわぬ。やがて首を少し傾けて、我が夫ギルドフォード・ダッドレーはすでに神の国に行ってか、と聞く。肩を揺り越した一握りの髪が軽くうねりを打つ。坊さんは、知り申さぬ、と答えて、まだ誠の道に入りたもう心はなきか、と問う。女きっとして、誠とは我と我が夫の信ずる道をこそ言え。おみたちの道は迷いの道、誤りの道よ。と返す。坊さんは何も言わずにいる。女はやや落ち着いた調子で、夫が先なら追いつこう。後ならば誘うていこう。正しき神の国に、正しき道を踏んでいこう。と言い終わっておつるがごとく首を台の上に投げかける。目のくぼんだ、すす色の、背の低い首切り役が重たげに斧をえいと取り直す。世のズボンの膝に2、3点の血がほとばしると思ったら、すべての光景が忽然と消え失せた。あたりを見回すと、男の子を連れた女はどこへ行ったか影さえ見えない。狐に化かされたような顔をして呆然と塔を出る。帰り道にまた首頭の下を通ったら、高い窓からガイ・フォークスが稲妻のような顔をちょっと出した。今1時間早かったら、この3本のマッチが役に立たなかったのは実に残念である。という声さえ聞こえた。自分ながら少々気が変だと思ってそこそこに塔を出る。東京を渡って後ろを顧みたら、北の国の霊がこの日もいつの間にやら雨となっていた。
ぬか粒を針の目からこぼすような細かいのがマントの後塵と梅煙を溶かしてもうもうと天地を閉ざすうちに、地獄の影のようにぬっと見上げられたのはロンドン塔であった。無我夢中に宿について、主人に今日は塔を見物してきたと話したら、主人がカラスが5羽いたでしょうと言う。おやこの主人もあの女の親類かなと内心大いに驚くと、主人は笑いながら、あれは奉納のカラスです。昔からあそこに飼っているので、1羽でも数が不足すると、すぐ後をこしらえます。それだからあのカラスはいつでも5羽に限っています。とてもなく説明するので、世の空想の一般はロンドン塔を見たその日のうちにぶち壊されてしまった。世はまた主人に壁の大事のことを話すと、主人は無造作に、あの落書きですか。つまらないことをしたもんで、せっかく綺麗なところを台無しにしてしまいましたね。何罪人の落書きだなんて案になったもんじゃありません。店もだいぶありますわね。と済ましたものである。世は最後に美しい婦人に会ったことと、その婦人が我々の知らないことや、到底読めない軸をスラスラ読んだことなどを不思議そうに話し出すと、主人は大いに軽蔑した口調で、そりゃ当たり前でさ、みんなあそこへ行くときには案内機を読んで出かけるんでさ、そのくらいのことを知ってたって何も驚くには当たらないでしょう。何すこぶるべっぴんだって？ロンドンにはだいぶべっぴんがいますよ。少し気をつけないと検問ですぜ。と飛んだところへ火の手が上がる。これで世の空想の後半がまたぶち壊された。主人は20世紀のロンドン人である。それからは人とロンドン島の話をしないことに決めた。また再び見物に行かないことに決めた。この辺は事実らしく書き流してあるが、実のところ過半創造的の文字であるから、見る人はその心で読まれんことを希望する。唐の歴史に関して時々戯曲的に面白そうな事柄を選んで綴り込んでみたが、うまくいかんのでところどころ不自然の痕跡が見えるのはやむを得ない。そのうちエリザベス、エドワード4世の妃が幽閉中の仁王寺に会いに来る場と、仁王寺を殺した赤鶴の10階の場は沙王の歴史劇リチャード3世のうちにもある。沙王はクラレンス公爵の当中で殺される場を移すには正筆を用い、王子を考察する模様を表すには側筆を使って、赤鶴の碁を借り裏面からその様子を描出している。かつてこの劇を読んだとき、そこを大いに面白く感じたことがあるから、今その趣向をそのまま用いてみた。しかし対話の内容、周囲の光景などは無論世の空想から熱出したもので、沙王とは何らの関係もない。それから段通りの歌を歌って斧を研ぐところについて一言しておくが、この趣向は全くエーンズ・ウォースのロンドン島という小説から来たもので、世はこれに対して詐称の相違をも要求する権利はない。エーンズ・ウォースには、斧の刃のこぼれたのを、ソルスベリ伯爵夫人を切る時の出来事のように叙してある。世がこの書を読んだ時、弾頭上に用いる斧の刃のこぼれたのを首切り役が研いでいる景色などは、わずかに1、2ページに足らぬところではあるが非常に面白いと感じた。のみならず、時ながら乱暴な歌を平気で歌っているということが、同じく15、6分の所作ではあるが、前編を活動せしむるに足るほどの戯曲的出来事だと深く興味を覚えたので、今その趣向そのままを踏襲したのである。ただし歌の意味も文句も、二里の対話も、暗号の光景も一切趣向以外のことは世の空想からなったものである。ついでだから、エーンズ・ウォースが獄門役に歌わせた歌を紹介しておく。The axe was sharp, and heavy as lead.
as it touched the neck. Off went the head. Wow, 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 wow. Queen Anne laid her white throat upon the block, quietly waiting the fatal shock. The axe severed it right in twain. And so quick, so true, thus she felt no pain. Well, 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 well. Salisbury's countess, she would not die, as a proud dame should, decorously. Lifting my axe, I split her skull, and the edge since then has been notched under. Well, 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 well. Queen Catherine Howard gave me a fee, a chain of gold, to die easily, and her costly presents she did no rue, for it touched her head, and away it flew. Wow, 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 wow. この全章を訳そうと思ったが、到底思うようにいかないし、かつあまり長すぎる恐れがあるからやめにした。仁王寺幽閉の場と、ジェーン処刑の場については、有名なるドラロッシの絵画が少なからず世の創造を助けていることを一言して、いささか感謝の意を表する。船より上がる囚人のうち、ワイヤットとあるは、有名なる詩人の子にてジェーンのため兵を挙げたる人。不死同妙なる紛れやすいから記しておく。東中詩編の風知景物を今少し精細に移す方が、読者に唐そのものを紹介してその地を踏ましむる思いを自然に引き起こさせる上において、必要な条件とは気がついているが、何分かかる分をそうする目的で遊覧したわけではないし、かつ年月が経過しているから、半然たる景色がどうしても目の前に現れにくい。したがってややともすると主観的の句が重複して、ある時は読者に不愉快な感じを与えはせぬかと思うところもあるが、右の次第だから仕方がない。37年12月20日。